マッチーズワールドへようこそ。今回は僕の50プリウスにボンネットダンパーを取り付けてみたいと思います。プリウスのボンネットはステーで支える一般的な方式なのですが、以前乗っていたブレビスをはじめ高級車はボンネットダンパーが付いている車種が多いので、プリウスにも少し高級感をプラスできたらと思い取り付けてみることにしました。なお、今回取り付けるボンネットダンパーはシャンさんという中国のパーツメーカーさんからご提供いただいたもので、僕のチャンネル初の企業案件となります。メールでのやり取りではトランクの交換用ダンパーも扱っているとのことでしたが、今回はボンネットダンパーのみを送っていただきました。届いた商品はこちらになります。箱の状態の悪さはいつものチャイナポストといった感じですね。国によって配送サービスには大きな違いがあるので仕方ない面があるとは思うのですが、中身の状態が少し心配です。それでは開封していきます。中身はこのようになっていました。まずは2本のボンネットダンパーです。ダンパーにはカーボン仕様のものとそうでないものとがあり、カーボン柄の場合はブルーやレッドなどの色を選べるようになっています。今回はブラックカーボン仕様のものを送ってもらいました。なお、ダンパーの取り付け部には特徴があり、車体側につく方はピボットを板バネで固定する一般的な構造になっていますが、ボンネット側につく方は細いクリップで固定する構造になっています。このような固定方法は初めて見ました。クリップは指で簡単に着脱できるため取り付け作業はやりやすそうですが、何年も使っているうちにクリップが変形して脱落したり錆びて折れたりする可能性を想像するとちょっと不安がありますね。続いては板ナットになります。説明書にナット付き鉄板と書かれている通り、薄い金属板の端に板ナットがビニールテープで固定されています。手が入らない箇所にナットを入れる際に使うもので、使い方としてはナットにボルトを締め込んでから金属板を引き抜く形になります。次はブラケットになります。こちらはボンネット側につくものですね。ネジ穴は一つだけのタイプで、端についているピボットの部分にダンパーがつく形になります。ちょっとわからなかったのは、説明書には全く記載のないこちらの薄い両面テープです。おそらくブラケットがダンパーに押されて回転してしまうのを防ぐ目的で固定する用途なのかなと思います。こちらは車体側のブラケットになります。ブラケットにはしっかりとした厚みがあるので、強度の点では心配なさそうですね。続いては取り付けに使うボルトやワッシャーになります。ボンネット側のブラケットは純正のボルトで友締めする形なので、これは車体側の取り付けに使用するものになります。最後は説明書になります。しかしこれは結構ざっくりとした感じですね。大まかな流れは把握できるのですが、細部がよくわかりません。そもそも車体側の取り付け部は運転席側と助手席側で状況が異なるにもかかわらず、運転席側の作業しか書かれていないのは一抹の不安を感じさせますね。助手席側が同様の作業でつくことに期待しつつ、丁寧に取り付けを行って正直な感想をお伝えできればと思っています。それでは取り付けを行っていきます。まずは難易度の低いボンネット側から取り付けたいと思うので、固定ボルトを外すためのソケットレンチを準備します。作業効率を上げるためにクイックアダプターを装着してから 12mm のソケットを取り付けます。次にボルトを1本だけ外してブラケットを友締めしていくのですが、ボルトを緩める際にショップタオルをかぶせておくとボルトへの傷つきを最小限に抑えることができます。ボンネットの固定ボルトに傷がついていると、車両売却時にボンネットの交換履歴ありと判断されて面倒なことになる可能性があるので、できる範囲で傷を少なくする配慮です。特に気になるような傷をつけることなくボルトを外すことができました。続いてはブラケットの取り付けですが、ボンネットへの傷つき防止と取り付け後に力がかかっても回転しないようにするため、あらかじめブラケットに 3M のハイタックを貼り付けておきます。なお 3M のハイタックは強力な接着力と耐久性を兼ね備えた質の高い両面テープなので、
しっかりと貼り付けたい用途では本当におすすめですね。概要欄にリンクを貼っておくので、興味がある方はチェックしてみてください。最初に取り付け面をパーツクリーナーで清掃します。細かい砂がついていると傷つきの原因になりますし、両面テープの接着力が発揮できないためです。ボンネットダンパーの取り付けでよくあるミスはブラケットの付け間違いなので、この点に関して特に注意して作業を行っていきます。説明書を確認すると、ブラケットの角度はボンネットのフードヒンジと平行ではなく25度くらいの角度がついていることがわかります。しかし、ここまで角度をつけてしまうと、ブラケットの角がボンネットの取り付けステーに干渉して傷がついてしまうため、ギリギリの角度を狙って取り付けることにします。仮止めしたブラケットの位置をマスキングテープでマーキングします。続いて、マーキングの通りにブラケットを貼り付けて、ボルトを締め込みます。今回は自分の手の感覚でボルトを締め付けましたが、電子技術マニュアルによると、締め付けトルクは13ニュートンメートルとなっています。説明書の写真よりは角度が浅いですが、ブラケットの角がボンネットの取り付けステーまで1ミリ程度の隙間になるように取り付けました。続いて、助手席側も同じように作業を行います。説明書には運転席側の写真しかありませんが、この辺りの形状は左右でほぼ同じなので、特に難しいことはありません。まずはボルトを外して、パーツクリーナーで取り付け箇所の清掃を行います。ボルトを仮締めして取り付け位置を決めます。マスキングテープで取り付け位置のマーキングを行います。一旦ブラケットを取り外し、マーキングした位置に両面テープで貼り付けてからボルトを締め込みます。マスキングテープを剥がしてボンネット側の作業は終了です。ここまでは順調ですね。次は車体側の作業を行っていきます。まずは化粧カバーを固定している5箇所のクリップを取り外します。こちらのクリップは中心を押し込むとロックが解除されるタイプなので、真ん中を押してから内装剥がしで取り外す作業になります。さすがに7年落ちともなるとクリップの樹脂が硬化してくるので、爪が割れないように丁寧に作業を行いました。ちなみに、この化粧パネルの正式名称は、ラジエーターサポートオープニングカバーと言いますが、長いので、この動画内では化粧カバーと呼んでいきます。化粧カバーを外すと取り付け箇所が見えるようになるので、まずは運転席側の作業を行います。ヘッドライト付近のフレームに開いている穴を使ってブラケットを取り付ける形になるのですが、ブラケットを合わせてみると、角がフレームに干渉してしまうことが分かりました。取り付け面から浮いている状態なので、このままフレームの裏にナットを入れてボルトを締め込んでいくと、フレームが曲がってしまいます。この時点で取り付けるブラケットか、取り付け方法を間違えているのではないかと思い、何度も説明書を見返したのですが、ブラケットは合っていますし、取り付け方法も説明書通りとしか思えません。それにしても、この説明書の取り付け写真はもう少しマシなものに差し替えた方がいいですね。フレームに干渉しているはずの部分を全く確認することができません。一応、ネジ穴の遊びの範囲で取り付け角度を限界まで振ってみたのですが、フレームに干渉してしまう点は変わりませんでした。ここで念のため、助手席側のブラケットを合わせてみたのですが、さらにがっつりとフレームに干渉してしまうため、ブラケットの選択間違いという可能性はありません。なお、取り付け面よりもピボットの位置が下側なのは間違いないので、上下を間違えている可能性もありません。しかしそうなってしまうと、
あとは部品の形状に問題があるという結論になってしまいます。正直、この時点でパーツの形状不良により取り付け不可という結論で動画を終わりたい気持ちですが、企業案件ということもあり、フレームに干渉している箇所を加工することにしました。これだけ厚みがあるブラケットを棒やすりでちまちま削るといつまで経っても終わらないので、ベルトサンダーで加工していきます。それにしても昼から作業を始めたのに、あれこれ検証しているうちにすっかり夜になってしまいました。作業前は4つのブラケットをボルト止めしてダンパーをつけるだけなら撮影しながらでも2時間程度で終わるだろうと思っていたのですが、とんでもなかったです。運転席側のブラケット形状はこのようになりました。ここまで削ってようやくフレームまで 2mm くらいのクリアランスを確保できました。元の形状では話にならないのがお分かりいただけると思います。一応断面もフレームの形状に合うように少し斜めに削ってあります。車体側のブラケットにもフレームに接する面に 3M のハイタックを貼っておきます。助手席側のブラケットはこのような形状になりました。運転席側よりも干渉は少なめでしたが、加工しないとつかない点は一緒でした。こちらにも両面テープを貼り付けておきます。それでは運転席側から取り付けを行っていきます。最初に位置合わせしてから3時間以上経っているので、ようやくここまで来たという感じです。ピボットの位置がウォッシャー液の供給口にかなり近いので、ダンパーが干渉しないようにできるだけ双方の距離が離れる位置にマーキングを行います。続いてマーキングに従ってブラケットを貼り付けてからボルトの締め込みを行っていくのですが、先にフレームの下に板ナットを入れてネジ穴の位置を合わせておきます。この状態でボルトを締め込んでいきます。最後に板ナットの金属板を引き抜いてマスキングテープを剥がしたら取り付けは完了です。よく見るとブラケットの角度をあれこれ動かして検証した際にフレームに傷をつけてしまっていますが、とにかく取り付けはできました。続いては助手席側の作業を行っていきます。まずはフレームをきれいにしてからブラケットを合わせてみます。しかしこれはどう考えてもピボットとバッテリーの距離が近すぎるように感じます。ネジ穴の遊びの範囲でブラケットを右に回すとピボットがバッテリーにぶつかってしまうのには思わず苦笑いしてしまいました。そもそも限界まで左に回しても 5mm くらいしかクリアランスがありません。バッテリーはホルダーに入っているのでこの位置から動かせませんし、こんなので本当につくのか不安になってきました。何しろこちらの取り付けは説明書に一切記載がないため、一応ブラケットの角度をあれこれ変えてみて他にいい取り付けがないかを検証しました。とはいえネジ穴の遊びの範囲では他にやりようがないですね。試しにダンパーをつけた際の様子をシミュレーションしてみたところ、バッテリーへの干渉は避けられそうにないことが分かりました。正直この時点で積みだと思ったのですが、企業案件ということでとにかくやれるところまでやってみることにします。ちなみに助手席側のボルト締めは一見運転席側と同じ作業に見えるのですが、様々なパーツが密集していてクリアランスが狭いため、こちらの方が作業性が悪いですね。特に板ナットをネジ穴の下に持ってくる作業に意外と手間取ってしまいました。ブラケットの固定が終了したので、次はダンパーの取り付けを行っていきます。こちら車体側に取り付ける側でピボットを板バネで固定する構造になっています。反対側のボンネットに取り付ける方はクリップで固定する構造になっています。クリップはこのように指で簡単に取り外すことが可能です。車体側の方から取り付けていきます。マイナスドライバーで板バネを 5mm くらい先端にずらしてピボットに押し込んでから板バネを戻して固定します。ここで恐れていたというか予想通りの事態になってしまいました。ダンパーの反対側をボンネットのブラケットに取り付けた想定でボンネットを閉める動作をシミュレーションすると、
ダンパーの取り付け部がバッテリーの角にぶつかってしまいます。ブラケットのネジを緩めてあれこれ検証したのですが、そもそも一番クリアランスを確保できる位置に固定していたので全く改善しませんでした。車の DIY もずっとこんな調子だとさすがにトロー感が募ってきますね。一応僕の取り付け作業に問題がある可能性を考えて途中で何度も説明書を確認していますが、どう考えても間違えている箇所はありません。もはや説明書の車両が本当にこれと同じものをつけているのかすら疑わしいと感じます。もう何度目か分かりませんが、企業案件なのでもう少し頑張ろうと自分に言い聞かせて作業を続行していきます。ここでふと気になって純正のフードステーでボンネットを支えている状態の開口幅を測っておくことにしました。だいたい104センチくらいですね。それではフードステーを外してダンパーのボンネット側を固定します。ピボットの部分を押し込んでからクリップで固定するだけなので、これは簡単ですね。この状態でボンネットをロックがかかる手前まで閉じてみたところ、やはりバッテリーの角とダンパーの取り付け部が干渉してしまっています。これ以上締めるのは不可能なので、ここからはパーツの取り付けというよりも商品の改善点を洗い出す目的で残りの作業をしてみることにします。続いては運転席側のダンパーを取り付けます。取り付け自体は簡単ですが、ダンパー取り付け部がウォッシャー液の供給口にかなり近いので、念のためこちらも取り付け後に作業間違いがないかを入念に確認しました。自分の取り付けに問題がある状態で商品を悪く言ってしまうような事態だけは避けたいですからね。こちらもロックがかかる直前までボンネットを閉めてみて干渉する箇所がないかを確認しました。説明書に純正のフードステーを取り外すように指示があるため、そちらと干渉することは分かっていますが、それを除くと干渉するような箇所はなさそうです。どのみち今回は助手席側の問題でこれ以上ボンネットを閉められないのでフードステーの取り外しは行いませんが、取り外したところで保管の問題もあるので、フードステーを残せる形だとさらに良かったですね。さて、できる範囲の取り付けが全て終わったので、ダンパーの動きに着目してボンネットの上下を繰り返してみたところ、気づいた点が大きく分けて3つありました。1つ目は、このままではバッテリーの交換ができないということです。これはダンパーがバッテリーのすぐ上に来ているため、バッテリーをそのまま上に持ち上げることができないためです。2つ目は、想像以上にダンパーが強力だということです。あまり重くないボンネットにダンパーを2本つけているので、下げ始めのところでダンパーの硬さを感じます。また、ちゃんとボンネットの中心に力をかけないと歪んでしまいそうになるので、ダンパーのガス圧はもう少し低くてもいいのではと思いました。3つ目は、純正のフードステーと比べて、だいぶ開口幅が狭くなってしまうことです。先ほどのバッテリー交換の話にもつながる部分ですが、メンテナンス性が多少なりとも犠牲になってしまう印象です。実際に開口幅がどのくらい変化したのかを確認してみたところ、約85センチでした。純正のフードステーの開口幅が約104センチだったので、20センチ近くも狭くなってしまいます。それでは検証はここまでとしてダンパーを取り外していきます。まずは運転席側をサクッと取り外します。続いて助手席側も同じように外そうとしたのですが、なんとバッテリーが邪魔で板バネを浮かせることができませんでした。バッテリー交換時には外す必要があるのに、商品を作る過程で誰もこのクリアランスを問題視しなかったのは本当に疑問ですね。仕方がないので、ボルトを緩めてブラケットごとダンパーを外すことにしました。ブラケットの角度をあれこれ動かして検証した際にフレームに深い傷が入ってしまいました。一部の傷は鉄板まで行ってしまっているので、錆びる前に後日タッチアップで補修したいと思います。運転席側のブラケットを取り外します。こちらはダンパーがついているわけではないので、作業自体は簡単です。しかし、こちらもブラケットの角度をいろいろ調整した際に傷をつけてしまいました。改めて車の傷を目の当たりにすると悲しくなってきますね。ここでふと思ったのですが、説明書通りに取り付け面よりも下側にピボットが来るように取り付けると、ウォッシャー液の供給口に干渉しそうになりますが、これが上下逆だと一気に解消しますね。ピボットがバッテリーに近すぎる助手席側も
説明書通りの取り付けではなく、上下逆にすることでガラリと状況が変わります。とはいえ、単純にひっくり返してしまうとボンネットに近すぎますし、ボルトを回そうにも工具を入れる隙間がなく、化粧カバーも大きく加工しなければならないため、これはこれで現実的ではありません。とにかく車種別専用キットとしてはブラケット形状に致命的な問題がありますね。初の企業案件でこのようなことを言うのはとても心苦しいのですが、現時点でこの商品をまともに取り付けができないため、僕のチャンネルでは全くお勧めできません。もしもこの動画をご視聴いただいて、ブラケットに魔改造を施す勢いで工夫してみたいとか、もしくは自分への挑戦だと感じる方がいましたら、概要欄にリンクを貼っておきますので、自己責任で購入してみてください。後日、傷が錆びる前に補修するべくタッチペンを購入してきました。まずはパーツクリーナーで脱脂していきます。ちなみにこの映像はエンジンカバーの上に三脚を立てて撮影しているので傷がよく見えますが、普通は覗き込まなければ見えない位置になります。外装ではなく目立つ位置でもないので、錆び止めと白い傷跡に色をつける目的で簡単に塗っていこうと思います。運転席側の傷も同じように脱脂してから塗っていきます。その後、乾かしてから2回ほど塗り重ねておきました。車に傷をつけてしまったことは悲しいですが、初の企業案件で精一杯やれるだけのことをやった証だと捉えたいと思います。今回、プリウスにシャンサン製のボンネットダンパーを取り付けようとしましたが、結論としては取り付けることができませんでした。振り返ってみると、この商品には大きく分けて4つの改善点があると感じました。1つ目は車体側ブラケットの形状不良です。これは言わずもがなですね。改善点としてはマストの項目です。現状ではブラケットの角が車体のフレームに当たってしまいますし、助手席側のピボット位置が低すぎて、ダンパー取り付け部とバッテリーが干渉してしまうため、取り付けることができません。もしも、ブラケットを最適な形状にすると化粧カバーの加工が必要になるということであれば、型紙を同梱するなどして、最低限の加工で済むように配慮すればいいと思います。2つ目はダンパーの固定方法です。助手席のダンパーはバッテリーのすぐ上に来るため、バッテリー交換時の対応として、ボンネット側ではなく、車体側の固定をクリップにした方がいいと思いました。3つ目の改善点はダンパーのガス圧力です。大して重さがないボンネットを支えるには強力すぎると思いました。最後4つ目の改善点はボンネットの開口幅です。純正のフードステーと比べて約20センチも狭まってしまうと、さすがに整備性が悪くなります。ボンネット内の限られたスペースに収められるダンパーの長さには限りがあると思うのですが、ブラケット形状の改善と合わせてぜひ検討していただきたいですね。いくつか改善点を挙げましたが、特に問題を感じなかったボンネット側のブラケットはそのまま残しておきますので、もしも製品の改造を行った暁にはまたレビューのオファーをいただければと思っています。それでは今回の動画は以上となります。今後もいろいろな動画を作っていきたいと思っていますので、高評価やチャンネル登録で応援してもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。